こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回は、ゾンビを落とす穴を掘っていたらシャベルを持った子供ゾンビに襲われました。石を掘っていたのだから、普通はツルハシ持ってくるところよね。そんな気の利いた子供ゾンビいたら嫌です。まあそれはともかく私もついに3人目です。先人たちの意志を継いで頑張ります。で、この通路の先に土と砂利の採掘所があるのですが、スケルトンが立てこもっているのでゲーム開始直後なのに待機してます。さて今回のアイテム回収作戦ですが、簡易地図はこんな感じで、アイテム回収までの道のりは黄色い矢印です。問題になっているのは私の遺品を守っているシャベル持ち子供ゾンビです。でも今回は、現場が秒画距離圏内かつ32メートル以上のエリアに入るのは、丸々510メートルほどの道のりなんですよ。普通に歩けば120秒ほどなので、私が現場に着く頃には9割の率で子供ゾンビがディスポーンしているはずです。またスケルトンに当選簿されるか楽しみね。さて、ゲーム開始から2分経ちました。採掘所のスケルトンは消えて、ないですね。ギリで32メートルの距離が足りなかったようです。そんなわけで東西通路上の砂利採掘所に向かってます。こちらに湧いていたモブは無事にディスポーンしてました。うお焦った。まあ声がやや遠いし近くの洞窟に潜んでるんでしょう。さらに、現場が秒画距離圏内に入る手前で土を多少採掘しておきます。ちなみに今回も夜になる時間帯を計算に入れてます。さて、そろそろ現場が秒画距離圏内に入ったところです。アイテムロストまでの時間は5分、モブに執拗に邪魔されなければ間に合うはずです。つまり、モブに執拗に邪魔されるのね。そもそも通路にはそんなに湧かないですよ。うお分かれた。クリーパーと雲のセットです。いや逆にチャンス？ここはちょうど前回、クリーパーに鉄鉱石を採掘してもらい損ねた場所です。よし、剥き出しになってる鉄鉱石を、ゲットできてしまいました。そして今度は雲ですが、こっちは砂利を掘った場所にちょうど雲が湧いたようです。もしかして羊毛ゲットのチャンスですか？この雲が糸を2本ドロップしてさらにアイテム回収できたら。本当に2本来た。これもう子供ゾンビがディスポーンしてなくて4人目のテリーこんにちはの流れね。いえ、調子乗った時の私は大丈夫です。そもそも2体のモブで時間消費してますから子供ゾンビはほぼ消えてる時間です。つまり余裕でアイテム回収成功、今度こそ計画通りです。の骨もいただき。調子乗ってる今の私ならゾンビかわして余裕でゲットです。さて調理終了です。残念ながらこのゾンビは手ぶらでしたがまあいいです。先に進みましょう。あらいいの？これだけ明確な死亡フラグが立ってるのに。ここは歩いて拠点に戻ってブロック積み上げた方がいいでしょ。いやここは運の流れに身を任せて掘り進むべきです。まあ謎の大広場は迂回しますけど、この流れならこのまっすぐ先に廃校があるんです。で、ついに羊毛ゲットしました。なんか感動です。羊毛は企画当初からずっと狙ってたんですよ。万一ロストしちゃったら大変です。歩いて拠点に戻ります。さて、モブに出くわさずに何事もなくリスポーン拠点に戻ってきました。ここからがお楽しみタイムです。私はこの日のために生きてきたようなものです。死んでから間もないのに何を言ってるの？さて、ブロックの塔周辺を少し掘り開けました。ぼちぼち積んでしまいます。まずは鉄鉱石から。これで金属の塔になったと言っても過言ではありません。そして、初めて動物系のブロックを塔に導入します。あとは塔のてっぺんに登るルート確保ですが、なんとなく怖いので通路は塞いで作業します。さて、よいしょっと。岩盤があんな下に。もう結構深いです。
地上は近づいてきたでしょうか。まだクリーパー降ってきてもとっさに塞げるくらい距離あるわね。まあこれで収集済ブロックは12個になりました。次の狙い目は金鉱石です。金鉱石自体が多少レアなので、ゲットするには運が少々必要です。でも、青い羊毛と比べたら入手は楽よね。さて、4分ほどかけて塔周辺の整備も完了です。死んだ時に岩盤まで降りていかずに済むように、この高さにも土と砂利を多少備蓄しました。で、色々考えたのですが、ここから先は東側に7本目の南北通路を掘っていきます。6本目は放棄です。6本目のところに戻るのに満腹ゲージが減っちゃうものね。それもあるんですが、西側は突然変異のバイオームが途切れてた、という理由の方が大きいです。染料を集めように花の森林を探しておきたいんですよね。で、掘り始めて間もないのですが、やっぱりさっきから聞こえる雲の音が気になります。少しだけ試し掘りしてみます。まあ外れには慣れてます。しかし数歩掘り進めたところでやっぱり雲の声が気になります。もう一度だけ試し掘りしてみましょうか。結局何も出てこなかったのですが、なんと、鶏の鳴き声がします。どうやらチキンジョッキーが石の向こうにいるようです。どうやって安全確保するか少し悩んだのですが、単に手前に穴掘っておけばいいですね。声を聞いてしまった以上チキンジョッキーを掘り当てないとなりません。過去のプレイでゾンビピッグマンの方は何度も見てきましたが、確かゾンビの方はなかったと思います。で、10分以上かけて頑張ってみたらようやく掘り当てました。水を。まあいいです。あとは洞窟を広げつつ、この水に流されてくるチキンジョッキーを待つだけです。何も降りてこないし、もう飽きた。何をやっているんだか。それからしばらくして、頭上から雲の声がしたので掘ってみたら洞窟ぶち抜きました。雲はスポーン率が低いのでチャンスがあったら狙いたいところですが、かすかにスケルトンの歩く音が聞こえたのでここは断念です。それから1分で、ようやく7本目スタート地点に着きました。ここから北上していきます。少ししてすぐに洞窟掘り当てました。なんとなく地下峡谷の端っこのような雰囲気があります。この深さで下の方に溶岩の海がないですね。ブロックを積み上げた実感が湧いてきました。さらに4分掘り進むと、後ろにクリーパーが湧きました。しかし、まだ東方面で金鉱脈を一つも掘り当ててないんです。もったいないです。せっかくはいたのにね。適度な距離で足止めしつつ連れて行くのもありじゃないかしら。それやると、なんかうっかり爆死しそうな気がしてならないです。さらに4分後、明るい洞窟を掘り抜きました。この高さではレッドストーンは期待できないので、明かりを得るのは点在する溶岩頼みとなります。で、洞窟を抜けて少し進んだところでゾンビの足音がするんです。ひょっとしてさっきの洞窟にはいたのかもしれません。いた。明るいと作業しやすいですね。さあおいで、そして私の胃袋に。ゾンビ肉ゲットならず。まあいいか、すでに3枚も持っているし。あら、随分気持ちに余裕があるのね。こんな気楽な気持ち初めてです。ほんとアイテム回収できてよかったです。さて、それから6分掘り進めて土の採掘場を見つけましたが、まあ天井の土を回収する程度にしておきます。実は先ほどから、時々海洋バイオームに入ってしまっているんです。モブが湧きすぎないかとヒヤヒヤしてます。さらに少し掘り進んだところで、ようやく金鉱脈を見つけました。で、海洋バイオームが近いのでモブが湧きやすいはず。
これは吉と出るか凶と出るか。吉と出ることがあると思ってるの？で、その7分後、なんとクリーパーが湧いてしまいました。先ほどの金鉱石を採掘してもらうとんでもないチャンスです。まあ鉱脈周囲の石を掘り去ってから爆破してもらいたいので、まずは手前で足止めです。何事？あ、そっか。さっき土の採掘所で天井の土取ってたじゃないの。なんで気づかなかったんだろ。せっかくのチャンスなのに。ダメ元で金鉱石の左右の石だけ取り去っておきます。さて左右の石を削りました。よいしょっと。ダメです。足元の金鉱石すらずれてしまってます。一応金鉱脈を調べてみたのですが、下の方に伸びてました。まあ、海洋ですからそのうちまたチャンスがあるかもしれません。通路は基本まっすぐ掘るので案外遠くまで見えるんですよ。わずか3分で、また何か湧きました。川装備のようですがゾンビでしょうかスケルトンでしょうか。スケルトンでした。さてあまり掘ってないですが、色々あったので今回はこんなところです。そういえば一昔前の統計情報で、前作で要塞を探してた時の Y 座標27の高さを 100% 基準に、廃鉱埋蔵量を計算してみたんです。高さ15では 63%、17で 82%、高さ18だと 90% まで上がります。結構いい数字が出ているんです。ついつい廃鉱発見が時間の問題気分になってしまってます。ところで、一昔前の統計情報を未だに使ってるのはなんで？このバージョンの知らなくていい細かい情報はまだ知りたくないんですよ。モチベーション維持のためです。では次回、気分よく頑張っていきます。それではまたね。バイバイ。